赤い、想像以上に赤い、赤かっちょいい。はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。本日やってまいりました。令和2年1月26日日曜日です。今日はなんと浦館の納車の日ですね。アベンタドールいますね。注文入れたのが去年の3月25日なので、ちょうど10ヶ月経った計算になりますね。これから受領のハンコをしていよいよ納車となります。それでは緊張しますが行ってみたいと思います。ありますね。自動車保険本受け取りました書類です。オンまたオン。お、きたー。赤い、想像以上に赤い。やっぱ赤かった。いやー赤いな。久しぶり、3ヶ月ぶり。OK。まだビニールかぶってます。来ました。納車されます。納車されました。ちょっと短いですが、青山通り一周していきたいと思います。それではエンジン始動。なんかエンジンがなんか違う。全然違う。なんだこれ。なんか全然違う。はい、納車されました。さあ、ここからちょっと走りながら気づいたことをレビューしていきたいと思います。まずはですね、日本語化されてます。ここ僕はイタリアで見たとき英語だったんですけど、ここがなんと日本語化されてて、まだシール剥がしてないです。はい。あと気づいたことは、画面のデザインがだいぶ変わりました。ちょっとエンジンかけてみます。で、比較していきたいと思うんですけど、まずパーキングブレーキかかってますと、今日本語で出ましたね。前ここ英語でした。あと少々デザインが変わってるのと、あとですね、エンジンのレスポンスがだいぶ変わってるようです。エンジンの音とレスポンスはかなり改善されているような気がします。それではちょっと走っていってみましょう。まずストラーダで走っていきたいと思います。で、ストラーダでさっきもちょっと生放送でやったんですが、こうシフトチェンジが結構早めに行われるようになった雰囲気がします。明らかにストラーダでちょっと踏んだ時の挙動がだいぶ変わってますね。こう前はちょっと引っ張り気味な感じだったんですけど、今回はスッスッスッとつないでいってくれるような感じがします。さあ、首都高持ってきました。こっから首都高入って
いろいろ気づいたことあればレビューしていきたいと思います。やっぱりエンジンの味付けがだいぶ変わってますね。さっきも言ったんですが、シフトチェンジがスッスッスッと前のペルホルマンテに比べて早くつながるような気がします。あとですね、さっき街中で気づいたんですが 4WS 4輪ソーダついてるので、カーブ曲がるときは非常にスッと曲がれるので楽ちんでしたね。でこうやって今ストラーダで走ってますけど、エンジンの音もやっぱりペルホルマンテと違ってだいぶアレンジされてるような気がします。後ろ大丈夫かな。あれ、なんか渋滞してますね。なんか詰まってますね。あとですね、さっきまで温度が高かったんですが、アレクサ現在まだついておりませんので、手動でタッチパネル操作して下げることに成功しました。さあ、渋滞を横目に続きをやりたいと思います。あとですね、気づいたことはですね、乗り心地、ペルホルマンテと比べて乗り心地が非常にいいです。もともと裏からそういう味付けだったのかもしれないんですけど、ペルホルマンテからの乗り換えですごく気づいたのは乗り心地ですね。いいです。さあ、ここでスポルトに入れてみましょう。エンジン音ちょっと変わりましたね。いいですね。スポルトに関して言うと差は感じられないですね。というよりも僕そんなにスポルトで走ったことがないので申し訳ないです。違いがあんま分かんないです。じゃあちょっとスポルトはこの辺でコルサに入れてみたいと思います。はい、コルサです。いい音出ますね。前のペルホルマンテと比べてエンジンのフードですね、ボンネットがペルホルマンテは樹脂製だったんですけど、今回のエボはガラス製で多分反響音がだいぶ違うと思うんですよね。なのでエンジン音がかなりダイレクトに室内の方に入ってきます。じゃあそんなにうるさいのかというとそうでもない感じですね。うるさくもなく静かでもない、そういったエンジン音が室内に心地よく響き渡ります。運転しやすく、なおかつ安全に走れるような車にまた進化したんじゃないんでしょうか。はい、一旦停止。この出口怖いんですよね。あとはまだ試してないですけど、アンビエントライト、これオプションでつけましたので、そちらも試していければなと思います。さあ、ここでまとめてみましょう。まず納車後気づいた感想としては、まずはエンジンのレスポンスがまず変わりましたね。ストラーダの時ちょっと踏んでみたんですけど、明らかにエンジンのレスポンスが違ってました。車内に響き渡る音ですね。エンジンのボンネットのフードが変わったせいでもあるとは思うんですが、明らかに室内に入り込む音がさらに気持ちよくなった気がします。次はですね、 4WS ですね。これサーキットでしか体験できないと思ってたんですが、街中でもこう小気味よいピッピッと曲がるようなすごい楽な運転を支えてくれてます。あ
あとギアですね。ギアもストラーダの時にパッパッパとギアチェンジしてくれる、そんなギアチェンジをエボはやってくれます。あと装備ですね。 8.5 インチでしたっけ、そのタッチパネルがついてかなり満足感の高い装備品となっております。あとは期待しているのはアレクサですね。アレクサくんがいつアップデートで対応してどこまで制御できるか、すごく興味の湧くところではあります。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。これからいろいろ検証していきたいと思っております。こういうのいろいろやってますんで、チャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。それでは。